はい、こんにちは。今日も真面目に服飾の技術を紹介していく三つ穴熊服飾研究所でございます。今日はボタンホールステッチの応用っていうことで、こういうループを作っていきたい。もうボタンホールステッチのやり方と一緒なので、こんな感じ。こういうのを通してあげる。ちょんと。こんなやつです。そんなに難しくはないし、時間もめちゃくちゃかかるわけじゃないと思うので、やっていければと思います。じゃあ、やっていきましょう。早速やっていきましょう。じゃあ、糸をこうやって用意してもらって、こんなに長くなくてよかったけど、長くやっちゃったな。はい。この糸ですね。面の硬い糸ですね。20番ぐらいが僕は見た目的にはいいかなと思うんですけど、それは自分の好きな感じの仕上がりを一回見てもらってやってみてください。じゃあ、生地を用意して、20番だからちょっと太めのね、このボタン付けの針使っていきますけど、今回これぐらいのボタンをつけようかなと思うので、向こう側に。ここに書いちゃうけど、こう生地があって、こう、ちょっと細いボタンホールみたいにつけるか、でももうちょっと細くてもいいかもしれない。こういうやつを作るか、こういうやつを作るか。ここまで細くしなくてもいいかもしれない。もしくは、こういうやつを作るか。何しか、ここがボタンのぐるりより大きくないといけないってことですね。ちょっとだけ大きくないと。じゃあ僕やっていきましょう。このタイプのやつと、これとこれの中間ぐらいでいこうかな。まずこのタイプからいくので、これボタンホールと一緒の大きさにしてもらったらいいかな。ボタンホール、ここにつけていくとしたら、こう置いて、こことここ。で、ボタンの厚みがあるから、このペンの外側ぐらいからやってもらえれば大体ちょっとなるかなと思うので。じゃあ、玉留めしてもらって、でも中から通せるんだったら中から、そういう構造だったらね、入れてもらえばいい。中から通せないんだったらもうここからこう入れるしかないですけどね。中から入れれるんだったら、もう、ここから通してもらって、1回、ちょっとこの山をキュッと作ってくれる。こんな感じで、2回、で、少しボタンの厚み分だけ欲しい。どれくらい分厚くしたいかで3回やってもいいし、2回でも始めてもいいです。で、ここの段階でちょっとかがっていくと閉まるので、通るかなって見てもらって。通りますね。全然通るなと思ったら、ここでいつも通りボタンホールをかがっていってください。ボタンホールステッチをやっていく。ここの時にちょっと自分の方にキュッ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 とこう引っ張ってくれる。で、これでやっていくと、こうやって、ギュッと、こういう感じで、ちょっと糸が長かったね。糸をちょっともっと短くしよう。だから、いつも35倍とかボタンホールだって言ってるけど、この長さの17倍とかでいいんじゃないかな。15倍でも多分足りる。片側だけだから。だから、これが1.5センチとしたら、15倍、30センチぐらいでいいですね。ちょっとね、この引っ張る方向を同じ感じにしてあげた方がいいし、この粒がね、なんかたまにボコってなったりする。で、僕今2本でやってるけど、この糸が2本。こいつね、芯糸が2本にしてるけど、僕3本の方が好き。じゃあ次のやつは3本でやってみようか。で今こう、リズムを崩したら、ちょっとさ、ここがさ、ちょっといびつになっちゃった。ボタンホールだからできるっしょみたいな感じで言ったけど、もう一回ここでもう一回だけちぎる。ここ、針を下からすくって、この穴に通して、お尻の糸を進行方向に巻く。だから、この場合時計回りかな、進行方向。時計回りに巻いてあげる。で、こうやってくれればできます。ちょっとフラフラしてるから、ボタンホールよりも若干やりづらいかもしれない。あと3針か4針ぐらいやれば完成できるかなと思います。この時にちょっとさ、この詰める感じにしてほしい。こっち側に、自分側に引く感じにしてやってくれればいいかな。結構ね、これね、僕ボタンヘビーローテーションで着てても全然切れない。この間久しぶりに毎日着てるやつが3年か4年着ててちぎれた。こんな感じですね。で、ここでもう中に通せるんだったら、中に通せる構造で作ってるんだったら、もうここからこっち側に入れてあげて、裏側に入れてあげて、こうやって玉留めしてあげたらいいかなと思います。玉留めが絶対取れんのが嫌だな人は、玉留めしちゃったけど、表に見えないぐらい、ちょっとここで、こうやって返し針を1回ぐらいしといて、で、ここで玉留めしてくれれば
いける。だから始まりもそれで始めてもいいですよ、もちろん。さあ、こんな感じのものができる。ここにボタン。じゃあ、次、このタイプね、作っていきましょう。何回か練習してください。練習っていうか、試しで1個作って、幅覚えて、幅書いてやった方が絶対いいと思ってますね。僕はそうしてます。例えば、このボタンじゃない形状のものとかで留めたりするときに、どれくらいの長さじゃないとダメかなっていうのはもうメモっといた方がいいですね。だいたい7ミリぐらいかな。次は3回糸を通していきましょうね。3回糸を渡していきましょう。で、3回渡すから、1、2、3。さっきそっちから刺したけど、こっちから刺しましょう。まあ人によるのかもしれないけど、僕ね、こっち側からかがっていかないと、あんまりうまくできないというか、難しいと思う。1。でこの時に、ちゃんと通るかどうかを確認してもらって、この大きさに合わせてやってみましょう。もうここで固めたかったらね、ここで返し針してもいいんだけど、僕ちょっとそれ嫌だから。よいしょ。これで2回通しましたね。もともと作った輪っかに合わせるんで、ギュッとやってもらって、で、3回目を、じゃあ、ここで通るかどうかね、確認してからかがっていきましょう。さあ。通りそうですね。じゃあ通りそうだったら、さっきと同じようにかがっていくだけ。もう一回おさらいすると、入れて、かけて、グー。左利きの人はだからこっちからやった方がやりやすいかもしれないね。ここでこう持って、こう入れて、グー。こう針を通して、でこうやって、ここ見てね、ここがね、団子にならないようにグッとやっていく。団子になる。だからこれが内側にあんまならないので、外側にちゃんと出るようにした方が。まあ、内側だったら内側でもいいんだけど、それは統一した方がいいですよ、絶対。内側行ったり、外側行ったり、粒がね、なんないように。まあ、これがボタンホールの応用って感じですかね。でやっぱこれ、くるくるこうなるんで、祭りのイカなんかの時にやった糸が絡まない方法っていうね。ちょっとだから、よりを戻してやったらいいですね。より戻すっていうのは、一応その動画でも説明してますけど、ちょっとだけ回して、針。ちょっとだけ。まあ、手加減によって多少、どれくらい回すかっていうのは違うのかもしれないですけど、手前に詰めてってください。だからボタンホールは生地にかかっていくけど、糸にかかっていくから、ちょっとだけやりにくいかもしれないですね。ボタンホールがうまくできる人も、糸にかかってて、こう、フラフラしちゃうんで、この糸がね。だからちょっとやりにくいかもしれないですけど、まあまあまあ、綺麗にできたらすごい楽しいんで、これ以外の使い道もあるんで、後でちょっと実物を持ってきて紹介しますね。こんな感じ。じゃあ、最後までできたら、玉止めして、ちゃんとこれが、皆さんこれ失敗してる部分、ちょっと端をさらしていきますが、ここちゃんと詰め切れてなかったんですよね。糸引っ張れてなかった。失敗をさらしていきますけど、ここね、ここ。糸の引きが甘かったのか。まあこれぐらいいいやっていう人はこのままでもいいし、これが嫌だって人はやり直してみてください。一応僕やり直そうかなと思うので、それは、サムネイルはやり直してるかなと思ってくれればいいと思います。で、じゃあここでちょっともうボタンが通るかどうかっていうのをやってみましょうね。さっきね、僕やり直すって言ったやつをやってる時に、爪で細かく持ってほしい。こうやって。そして、こうやってやってあげると、超やりやすい。超やりやすいです。あんまりフラフラって思って、こうやってやるよりも、さっきは見せようと思って多分そうやってすごいやりにくかったと思うんですけど、こう持って、で、ここで爪でギュッとやってあげて、こうやってあげると、やりやすい。っていうことが分かりました。っていうか、分かったというか、そうやってた。さっきよりね、綺麗なんですよ。綺麗かどうかは、サムネイルを見てください。ボタン付けをやろう。ボタン付けってね、説明しなかったですよね。じゃあ、ボタン付けやってみますね。20番の硬い糸でもやっちゃいますけど、まあ、ボタン付け糸っていうのがね、世界にはあるんで、それを使ってもらってもいいです。そうですね。昔は浅糸って言ってね、ちょっと毛羽立った方がいいのかな、ボタンってね、ボタン付けって。レディースなんかでよくやってる穴糸を使ってって言うんですけど、穴糸結構玉留めが戻りやすいんで、僕はあんまり推奨しないかなと思ってます。まあでも光沢があってね、どうしてもそっちが光沢がある糸のがいいよって人は穴糸で使ってもらってもいいですね。で、一応ここにボタンをつけたかったら、裏地で隠れる場合は後ろからつけてもいいんですよね、こうやって。
つけてもいいけど、基本、表からここに刺してあります。ピュッと。で、なんで表からかっていう、こいつを後から隠せるからっていうのと、裏地がついてる場合、裏からやってもいいって言ったけど、この玉留め、こいつが裏地と擦れて、裏地に穴が開いたりとかしやすいから、表から入れてるって人は、それで表からやってます。じゃあ今日は簡単な、この4つ穴だけだけど、いろんなボタンの通し方っていうのを今度やりましょう。一応縦に、ボタンホールが開いてるやつは縦に通すっていうのが基本。横に開いてるやつは横に通す。じゃあ縦に開いてるっていう考えでいきましょうね。で、この時に足をつけてやらないといけないんですよね。こうやって。足っていうのはこう長くなってるね。つけてやらないといけないんですけど、これが毎回同じ足にしたいって人は足をつけるやつとか売ってますけど、これ、爪楊枝っていうものをね、用意してもらって、こう入れる。通すと毎回同じ足になるから、ジャケット用はちょっと太いやつにしてとかやってもらえればいいかな。で、ここから出してこう入れたってことは、ちょっとここら辺、この玉留めがあるのがど真ん中だから、ここを大角線上にコンと作ってくれる。あんまりここがひねらないようにこうやって、これやってる場合は足のことを気にせずギュギュギュッと引っ張ってもらっていいですよ。で、次はわかりやすく抜き差しでやった方がいいかな。いいや。後ろはちょこーんってなるだけだから、すくってあげていいと思うんですけど、苦手な人は抜き差しでやってあげてください。で、ここでギュッギュッギュッと引っ張るじゃないですか。これをさっと抜いてあげて、ここでグッとやる。で、僕、下すくってますけど、ここから出して、こう下に巻いていくって人もいますよ。この穴から入れて、下すくって、ここ出てきてますけど、ここだけ入れてくるくるくるって巻いてる人もいます。じゃあこれで巻いてって上に巻いてってください。こういう感じ。こうくるくるくると下から巻いてきて、これ多分僕しかやってないかもしれないから、スタンダードな方法じゃないと思ってもらったらいいんですけど、巻いてきてここに一番上のとこに針刺してやると、ぐーっと刺してやって、で下に降りていく。で、下に降りるときはあんまり細かくやるとめっちゃ太くなっちゃうから、粗く巻いてもらって、で、最後、根元に刺してあげる。根元に3回ぐらい刺して、玉留めせずに終わってるという人もいるけど、それ好き好きにしてください。で、こう、1回刺して、ここで玉留め入れて、で、この玉留めを隠すために、もう1回反対側にぐーっと刺して、ここ硬いから多分指に切ないと多分できないと思いますよ。指に穴が開くんじゃないですか。で、玉留めが中に入ってってくれたってことなんでね。で、これで玉留めを隠してあげる。綺麗に多分見えてない。玉留めがわかんないでしょ。で、ギリギリで切ってあげたらボタン付けが完成ってことですね。では、ボタン付けできたので、こいつ通るか試してみましょうね。ちょっと大きかったかな、これ。これでだから、こう、なんかバンバン動いても外れないと思うし、このタイプもこういう感じで外れないと思います。外れないな。こんな感じで出来上がります。どうだろう。大変っちゃ大変かもしれないけど、可愛いですよ。やってみるとね。これ綺麗にできたらいいし。ピヨーンと、こんな振っても取れない。こっちも、この形は皆さん好き好きでね、やってくれればいいですけど、こんな感じで出来上がって、こんな感じ。で、他の使い道っていうのをちょっと見せようかなと思うんですけど、これちょっと僕が昔作った服なので、これですね、構成工程として、ここの縫い代がすごくちっちゃくなったり、場合によっては切り込み入れたりしないと、これってなかなかできないじゃないですか。で、その時に、これ以上開きませんよっていうので、こういうのをつけてあげる。いろんなところで使えそうですね。なんか、ヴィンテージっていうか、アンティークの古い服の仕様でよくあると思うんですけどね。ここまでギリギリまで切り込み入れたりする場所とか、もしくはもう切り込んでここだけボタンホールステッチでかがってるやつとかあるんですけどね、その時もこういうのついてたりする場合が結構あるので、糸通すだけよりもやってあげるとちょっと可愛いかな、編んであげると可愛いかなっていうの。どうですかね。ボタンホールの応用でループが作れるっていうのをやってみましたが、そんな感じで良い服飾ライフをお楽しみください。この後はまたちょっといつものどうでもいいっていうか、みんな見てるのか見てないのかわからないですけど、植物の春が来たっていう紹介をしていきますんで。ではでは、皆さん、
今日はループの作り方でした。ではでは、さようなら。ボタンホールステッチで作るループどうでしたかね。わかりましたでしょうかね。ということでね、今日はね、あら、流瓶体が、水が切れちゃってますね。これどう考えても。ちょっと水をやっていきましょうね。これは大変なことですよ。水をかけていってみましょう。ね、シダ植物なのでね、すごく水が好きなので、30分後ぐらいにまた見に行きましょうかね。どうなってるか。さあ、どうなりましたかね。じゃじゃじゃ。ほら、さっきまでふにょってなってたやつがすごい綺麗。元気になってますね。みんなもこんな感じで元気がない時もね、復活してください。そして楽しい復職ライフを送ってください。ということで今日はありがとうございました。さようなら。